こんにちは。今回は2025年の最新情報をもとに、胃がん治療の今、そのすべてを分かりやすくお話ししていきますね。実はですね、今、胃がんの治療ってもうとんでもない勢いで進化してるんですよ。じゃあ早速その最前線、一緒に見ていきましょうか。ほんの少し前まで、胃がんの治療って、言ってみればみんな一緒だったんですよね。がんが見つかったら、はい、手術とか、誰にでも同じ抗がん剤を使うみたいな、それが当たり前だったんです。でも今はもう全然違います。そうじゃなくて、あなたのがんが持つそのたった一つの個性を、ものすごく精密に調べて、その弱点だけをピンポイントで叩く。個別化治療っていうそういう新しい時代に僕たちはもう完全にいるんですよね。じゃあこの個別化医療っていう新しい時代の治療って、一体私たち患者にとって具体的にどんな良いことがあるんでしょうかね、気になりますよね。ここからその疑問に一つずつしっかり答えていきますよ。はい。まずは最初のセクションですね。胃がん治療の新時代。ここで話したいのは、もう本当に革命と言ってもいいくらいの、がんとの戦い方の根本的な大きな変化についてです。今まではもう単純に見つけたらとにかく切るっていう感じだったのが、ガラッと変わったんです。今は精密医療、プレシジョンメディシンですね。これ、ただの治療じゃないんですよ。あなたのがん細胞だけが持っている特別な弱点、これを突き止めて、そこだけを狙い撃ちにする。ものすごく賢い、言ってみれば作戦計画みたいなものなんです。じゃあ、その賢い作戦を立てる上で、本当に何よりも先にやらないといけないことがあるんです。それが、これ。がんの個性を知ること。今の胃がん治療はもう全部ここから始まると言っても過言じゃないですよ。ここで素朴な疑問ですけど、胃がんって一言で言いますけど、それって全部同じものだと思いますか？答えははっきり言ってノーです。これ意外に思われるかもしれないんですけど、同じ胃がんだとしてもその中身、つまり個性は患者さん一人一人でもう全然全く違うものなんですよ。そのがんの個性を特定するためのめちゃくちゃ重要な鍵、それがバイオマーカーです。これ何かというと、がん細胞だけが持ってる、特別な目印みたいなものですね。言うならば、がんの ID カードとか指紋、そう考えてもらうと分かりやすいかもしれません。この指紋をきっちり読み解くことができれば、がんの正体だけじゃなくて、どこが一番の弱点なのかっていうことまではっきりと見えてくるわけなんです。だからこそなんです。特に進行したり再発したりした胃がんの場合、このバイオマーカー検査っていうのはもうやってもやらなくてもいい選択肢なんかじゃなくて、絶対にやらなければいけない必須のステップなんですね。この検査結果がこれからの治療っていう長い航海を導いてくれるたった一つの大事な羅針盤になるんです。はい。で、こちらがその羅針盤になる特に大事な4つのバイオマーカーです。例えばですね、HER2 っていうのが陽性だったら、それを狙い撃ちできる特効薬が使えると。で、この中で今本当に一番注目されているのが、この CLDNH18.2、クローディン18.2ですね。これなんでかっていうと、今までなかなか良い手がなかったタイプの胃がんに対して、全く新しい仕組みのものすごく強力な薬が使えるようになったんです。まさに2024年から25年にかけてのゲームチェンジャーと言える存在なんですよ。さて、がんの個性が分かったと。じゃあ次は何をするか。セクション3、精密治療の最新ツールです。がんのタイプが分かったら、じゃあどんな武器で戦うのか。その最新の武器庫をちょっと覗いてみましょう。まず最初のツール、その1は精密な切除です。これは、がんがまだ胃のあたりにとどまっている。早期の場合のまず考えるべき選択肢ですね。ここでのミッションはもうたった一つです。体へのダメージはとにかく最小限に。でも、がんは根こそぎ取り除く。これです。で、その精密な切除を可能にしてくれるのがロボット支援手術です。これ、イメージとしては、お医者さんにスーパーパワーを授けるみたいな感じなんですよ。まず 3D のめちゃくちゃ綺麗な視界で奥の奥まで見える。そして人間の手じゃ絶対に不可能なぐりぐり動く自由な関節。おまけに手ぶれは完全にゼロ。こういうパワーのおかげで傷はもっと小さく、手術はもっと正確にできる。結果として患者さんの回復がもう劇的に早まることにつながるわけですね。
はい、そしてツールその2。これが賢い薬、スマートドラッグです。がんがもし体の他の場所に広がってしまっていたとしても、もう諦める地雷じゃないんです。大丈夫。さっき見つけたあのがん特有の弱点、そこをピンポイントで攻撃するためのものすごく強力な薬が今はたくさん用意されてるんですから。そのスマートドラッグの中でも特にこれは革命だって言われているのがこの ADC。日本語だと抗体薬物複合体ですね。これ何かというと超強力な抗がん剤を積んだ超精密な誘導ミサイルだと思ってください。がん細胞だけを自動で探し当ててカチッとドッキングしてその中でドカンと爆弾を爆発させる。だから周りの元気な細胞にはほとんど被害が出ない。まさに夢のような技術がもう現実になってるんです。じゃあ具体的にどんな薬があるのかっていうと、今のスマートドラッグの主役たちは主にこんな感じです。まず一つ目が、がん細胞が免疫にかけてるブレーキを無理やり外して、自分の免疫パワーを再起動させる免疫チェックポイント阻害薬。それからさっき出てきた CLDN18.2 みたいな、がんの目印だけを狙う分子標的薬のゾルベツキシマブ。そして HER2 陽性の人には絶大な効果があるあの ADC、エンハーツとかですね。いや本当に治療の選択肢ってここ数年でもう信じられないくらい増えてるんですよ。さて、大変な治療が一区切りついても、それで全部終わりってわけじゃないんですよね。ここからはセクション4、治療後の新しい日常についてです。手術や薬の影響とどうやってうまく付き合っていくか。そして自分らしい毎日をもう一度取り戻すための本当に大事な知識をここからお伝えしていきますね。胃の手術を受けた後、結構多くの方が経験するのが、このダンピング症候群っていうものなんです。これ簡単に言うと、食べたものが胃でゆっくり消化されずに一気に小腸に流れ込んじゃうことで起きるちょっと厄介な症状なんですね。食べたすぐ後になんかドキドキしたりめまいがしたり、いいねボタン、これは早期ダンピング。高評価のコメントをお願いします。で、食後2、3時間くらい経ってから来る何とも言えないだるさとか冷や汗。これは血糖値を下げるインスリンがちょっと頑張りすぎちゃって出すぎることが原因の後期ダンピングです。でもこれちゃんと対策があるんで大丈夫ですよ。このダンピング症候群を乗り切るための食事の工夫がこちら。すごくシンプルです。まず1回に食べる量を減らしてその分食事の回数を増やす分割食。そしてもうこれでもかっていうくらいよーく噛むこと。食べ物がドロドロになるくらいまで。最後に食事中の水分はちょっとだけ控える。たったこの3つです。これを意識するだけで症状ってかなり楽になりますからね。それともう一つ、もう少し長い目で見た話も大事なんです。胃を切るとどうしても鉄分とかビタミン B12 みたいな大事な栄養の吸収がちょっと悪くなりがちなんですね。そうすると貧血になりやすくなる。だからこそ定期的に血液検査を受けて今の自分の体の状態をちゃんとチェックする。そして足りない栄養はお薬とかサプリでしっかり補ってあげる。これが元気な毎日をずっと続けていくためのすごく大事な鍵になります。さあ、いよいよ最後のセクションです。知ることが力になる。ここまでいろいろお話ししてきましたが、結局正しい知識を持つこと。それが漠然とした不安を打ち消して、あなた自身が自分にとって一番良い選択をするための何よりも強い力になるはずです。でもですよね。ここまで聞いてきて、多分多くの方が今頭に浮かべている疑問ってこれじゃないですか。いやいや、こんなすごい最新治療、一体いくらかかるのって。その不安めちゃくちゃわかります。当然ですよね。でも、ここは本当に安心してください。日本には高額療養費制度っていうものすごく強力なセーフティーネットがあるんです。もちろんお給料によって多少は変わるんですけど、一般的な収入の方であれば、どんなに高い薬を使っても、どんなにすごい治療を受けても、月々に自分で払う金額の上限っていうのは、だいたい8万円くらいに収まるようになってるんです。最新の治療を受ける権利っていうのは、こうして国がちゃんと守ってくれているんですね。つまりですね、今日僕が一番伝えたかったことって結局これなんです。自分のがんの個性、ステージとかバイオマーカーとか、そういうのをちゃんと理解した上で、お医者さんと上下関係じゃなくて対等なパートナーとして一緒にじゃあどうしていこうかって治療方針を決めていくこと。
専門的な言葉で言うとシェアードデシジョンメイキング。この一緒に決めるっていう姿勢こそが今の時代のがん治療が目指している本当のゴール地点なんですよ。あなたの治療は他の誰でもないあなたが決めるんです。今日手に入れたこの知識を武器にして、あなたの医療チームとしっかりと話をする準備、もうできてますよね。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。